新型 iPad Air 13インチは選ぶ価値があるのか、11インチモデルと比較しながら画面表示率や使用感を徹底的にレビューしていきたいと思います。さらに Mac ではできない iPad ならではの魅力についてもたくさん紹介するので、購入を検討されている方はぜひ最後までご覧ください。どうも皆さんこんにちは、あきらです。ということで、新型 iPad Air 13インチをね、購入しました。今回ね、僕はブルーのね、カラーを購入したんですけれども、まずはですね、ちょっとね、初見なので、開封をね、していきたいなというふうに思います。楽しみ。早速、開けていきましょうか。剥がします。てるてれん。大きいですね、やっぱ。大きい。じゃあ遠慮なくいきます。じゃじゃじゃん、来ました。結構大きいですね、これ。11インチのね、iPad Pro もね、持っておりますが、やっぱり大きさはね、全然違いますね。今回からね、iPad Air の方にも13インチモデルが追加されたということで、今回はね、これを購入してみました。で、そしてアクセサリー類が電源アダプターと USB-C ケーブルですね。で、あれやんね、その Apple のロゴのシールがなくなったというところで、少しね、残念ではありますね。ではちょっとね、電源をつけてみましょう。はい、ハローと来ました。ってことでね、ちょっと初期設定をしてみたいと思います。実際の大きさはね、こんな感じですね。ベゼルの太さもね、ほぼほぼ一緒なので、ほんまにそのまま画面のね、サイズが大きくなったなって感じはしますね。iPad のさ、ベゼルもっと細くできそうやけどね。なんでこんな太いんやろね。で、裏側がこんな感じで、エアなんでね、カメラも少ないし、ライダーのセンサーっていうのはなかったりしますね。いや、ブルー可愛いな、めちゃめちゃ。どうですかね。今ね、ここにちょっと iMac 緑映ってるじゃないですか。僕は結構ね、カラーバリのね、ものが好きなんで、こういう色を楽しめるっていうのはすごくいいところですよね。僕過去にね、iPad Air 4かな、グリーンを買ったんですけど、今回もね、グリーンのね、カラー絶対あると思ってね、楽しみにしてたのにね、なかったからさ、ないんかいと思って、普通にショックやった。で、Apple Pencil Pro もね、購入しました。ちなみにこのケースはランダムでね、いろんなケースのものが送られてくるみたいですね。4つか5つぐらいね、ケースの、種類があったはずですね。で、これが Apple Pencil Pro。はい。これも開けてみましょう。ちょっと長くなった？どうやろ？こっちがね、第2世代のもので、こっちがね、第1世代のものなんですけど、長さは一緒か、ほぼ一緒っすね。この Apple Pencil Pro はね、プロの方にちゃんとプロというね、文字が記載されております。Apple Pencil Pro はね、意外と安かったっすよね。なんかそこまでめちゃめちゃ高い金額じゃなかったので、僕もね、ちょっと気軽に買えてよかったなと思います。はい、これで接続ができたんですけど、こうね、タッチせんでもね、ちゃんとこうホバリングというか、反応はね、してくれてますね。はい。で、こういうのの、なるほど。すごい。なるほどね。で、こういう風に引いたり、こうしたりとかできるのか。なんか振動も来るね、これ。こっちが元のね、ものですね。こっちはね、やっぱダブルタップしても振動とかは来ないけど、こっちだったら変わった時に結構振動が来るようになってますね。はい、ということでですね、ちょっとこっからですね、実際にね、この iPad Air をね、たくさん使い込んでみたいなというふうに思います。僕のチャンネルではめちゃめちゃね、ちゃんと使い込んでのレビューをね、しておりますので、ちょっとね、しっかりといろんな用途でね、使い込んで、数日後のね、アキラにね、バトンタッチしようと思います。はい、ということでですね、ちょっと1週間になるんですけれども、1週間ですね、この iPad をね、がっつり使用してみました。背景とかも、かなりね、いい感じに、ね、なったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、実際にね、結構使ってみて、分かったことがたくさんありますので、ここからですね、ビシバシとね、はっきりとね、皆さんにレビューしていこうかなというふうに思っております。で、ちょっと余談なんですけれども、インスタグラムのね、ストーリーズでちょっとアンケートを取ったんですよ。今回の新型 iPad ね、買うならどの iPad 買いますかっていうようなアンケートをしたんですけれども、一番多かったのがやっぱ iPad Air 13インチだったんですよね。で、続いて iPad Pro 13インチだったので、やっぱりね、みんな13インチがね、すごく興味持ってるんじゃないかなというふうに僕は思っております。で、もうすぐね、インスタグラムのフォロワーもね、1万人いきますので、よかったらぜひね、皆さんフォローしてください。もうこの動画出てる頃にはね、言ってるかもしれないんですけれども、インスタでしかね、見れないコンテンツもあったりするので、ぜひね、見てもらえたらと思います。
はい、ということでね、早速やっていきたいと思うんですけれども、このようにですね、僕もともと11インチの iPad Pro M1 チップモデルですね、と今回購入した13インチの iPad Air M2 モデルがあるんですけれども、まずね、11インチと13インチね、どういう風に違ってくるのか、で、Air と Pro ね、どういう風にね、違うのかっていうのを軽くね、皆さんにおさらいしていこうかなという風に思います。多分ね、みんなおそらく Air と Pro で迷うっていうよりも、11インチと13インチで迷うっていう方結構今回多いと思いますので、このサイズによってどういう風に変わるかっていうのをね、今回特にね、見ていきたいなというふうに思っています。今回の iPad Air っていうのは実際に11インチモデルと13インチモデルで明るさが違うんですよね。こっちのね、13インチは MAX 輝度が600ニットになっていて、11インチの方は500ニットになっています。で、こっちのね、iPad Pro も600ニットなので、画面の明るさはね、同じといったところですね。で、やっぱりこの画面のサイズがね、結構違うんですよね。今見てもらったらわかると思うんですけれども、このドックのね、数自体はね、一緒なんですが、やっぱりこの余白がね、全然違うといったところになっていますよね。で、実際のところ iPad ってこういう風にね、縦で置くってよりも横でね、置くことが多いと思うんですよね。で、横で置くと、やっぱりね、縦のね、表示範囲がやっぱ広いので、こう、ブラウジングとかデザインを知るときとかも、やっぱこの上のね、この画面の大きさっていうのはかなりね、そっちの方がね、断然広いかなっていうのがね、感じれるんじゃないかなという風に思います。で、逆に横のね、動画の鑑賞みたいなところであれば、正直ね、こう横画面にした時に黒帯のね、枠が広くなるぐらいなので、そんなにね、めちゃめちゃこう変わるかって言われたらそうじゃないような気はしておりますね。でもね、やっぱりね、こういう風なキャンバスに、ね、なった時にこっちの方がね、やっぱりこうキャンバスのこの広さっていうのは断然ね、全然違ってくるので、そこはね、結構大きなね、差はあるんじゃないかなっていう風には思います。そして今回のね、新型 iPad はカメラの位置が変わりましたね。ここのね、横に来るようになってるんですよ。で、僕が持ってるね、ちょっと2世代前のプロに関しては、こっちがね、上に来てるんですよね。なので、ウェブ会議とか、インカメの時がね、全然やっぱ違うんですよね。両方ともね、見比べてもらったらわかると思うんですけど、明らかに目線がね、違いますよね。ここがね、結構今回のアップデートで、すごくいいなって思うところで、僕結構ね、iPad でね、ウェブ会議とかね、よくやるんですけれども、やっぱね、なんか目線の位置がもう全然違うから、すごいね、気持ち悪かったんですけど、そこはね、大きく改善されてるなっていう風に印象を受けました。で、なんとなくさ、僕のこう顔が明るく感じませんかね。ちょっとね、トーンアップしてるというか、インカメの人のね、血色がよく見えるというか、そういったところもね、ちょっと改善されてるんじゃないかなっていう風にね、旧型と比べて、そこはね、感じるところではありましたね。で、そしてですね、このね、iPad に関しては、キーボード入力っていうのが結構ね、変わってくるような印象を受けております。こんな感じでね、縦にしたらね、全然こういう風に入力がね、できるんですけれども、これもね、全然両手で入力できるんですけど、これをね、横で持った時ですね、こういう風に持った時のね、打ちにくさっていうのが結構ね、あるような感じがしましたね。これがね、11インチだったらね、これでも結構ギリギリなんですけれども、13だったらこのね、入力はね、両手でやるとね、ほんまにしんどいので、手が小さい方はかなりね、きつくなってくるかなっていう風には思いますね。で、漫画とかのね、見開きの違いっていうのも結構ね、差は感じはするんですよ。ただ、僕的に漫画のね、コミックの実際のサイズ感っていうのは11インチぐらいのね、見開きのね、感じの方が近いような印象はあります。でも、雑誌とかってなると、このね、13インチの方が、よりね、ビジュアルをね、楽しめるっていうところがあると思うので、なんか雑誌とかメインで見る方は13インチの方がいいと思うんですけど、漫画メインだったら正直全然11でもいいと思うし、なんならミニとかでもね、そこはね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとは単純に作業効率みたいなところで言うと、13インチの方がやっぱどうしても圧倒的にね、使いやすいっていう感じはしていますね。例えばね、こういうダヴィンチリゾルブっていうね、動画の編集アプリとかをね、使ったとしても、もう全然ね、この表示の領域っていうのがね、全然違ってくるんですよね。やっぱりここのね、ディスプレイの大きさも揃えたとしても、結構変わりますよね。これだけでもプレビューのこの画面の大きさっていうのが変わってくるので、こういう動画の編集とか、なんかこうデザイン系、僕はね、キャンバとかを使ってサムネイルとかいろんなね、デザインとかを作ったりするんですけれども、あらゆる作業において13インチの方がやっぱり圧倒的にね、やりやすいっていうのがありますね。今までね、13インチを買うって結構ね、プロの上位モデルだから、なんかなって感じではあったんですけど、エアで13インチがあるから、やったらこの13使いたいわっていう風にね、正直思うところがあるかなといった感じですね。で、一方で写真編集に関しては、全然11でもいい気がする。というのも、写真編集の場合は、プレビューさせるね、写真っていうのが1枚で済むし、それがね、こう動いたりとか、
ツールでね、こういろいろとちっちゃくなるっていうことがあんまりないので、写真編集は全然ね、11でもそこまでストレスは感じませんでした。まあでも、大きければ大きいほど絶対やりやすいっていうのは絶対あると思うんですが、まあ11でも僕は全然ね、変わらずね、快適にできるなっていう印象がありますね。まあこういうね、動画の編集アプリとかっていうのは、本当にね、ツールのね、こう数が多くなってくるので、あとはこのタイムラインとかをね、出さないといけないっていうのもあったりするし、で、メディアとかもね、はい、こういう風に出したりすると、すごくね、ちっちゃくなっちゃうので、まあそういうところのね、違いがあったりするかなっていう風には思いますね。で、あと、ステージマネージャーの違いっていうところも、結構ね、13インチは恩恵を感じれるかなという風に思いますね。13インチだと、マックスで4倍ぐらい出しても作業はできるんですよ。で、11インチだったらマックス3かなっていう感じ。これはもう明確に1枚ぐらいやっぱ多くできるなっていうのが僕は感じますね。まあ、例えば僕はね、結構映像のね、お仕事をしたりするので、まあ、ロケ地をね、決めたりするときに、例えばマップを開きながら、で、場所の詳細を調べながら、メモをしながらっていうのをね、この3つっていうのが基本同時進行でやりたいことになってくるんですけど、それプラスで SNS でもリサーチ、各地をディグっていくみたいなことをプラスアルファでできたりとか、そういったことができるので、ステージマネージャーに関してはかなりね、結構表示領域っていうのはね、全然違ってくるかなっていうふうに思いますね。なので、よりマルチタスクをしたいとか、画面の表示率を大きくしたいっていうのに13インチはすごくいいなっていうふうに思いますね。でですね、スピーカーに関してなんですけれども、Air っていうのはスピーカーが2つしかありません。で、プロが4つのスピーカーを搭載しているんですね。で、13インチのスピーカーって全然悪くないなっていうのが今回感じたことになります。ただやっぱりプロモデルの方が分厚さはね、感じたので、一回ね、ちょっと聞いてもらえたらと思います。なんか iPad から平面の音を出してるっていうよりも結構空間を使ってこう音をね、こう伝送させていってる感じがするんで、ちょっとこう空間がふわんとね、こう音が入ってくる印象があるので、僕はね、結構音質はね、そこまで変わらんなっていう感じがしました。っていう感じでね、そこまで大きくはね、変わらないんじゃないかなっていうふうに思うので、13のスピーカーは結構ね、いいと思う。はい。で、そしてですね、Air と Pro のね、大きな違いって一つ皆さんありましたよね。何でしたっけ？それが、プロモーションディスプレイですよ。これはね、リフレッシュレートと呼ばれる、この画面のね、滑らかさっていうものがね、変わってくるんですよね。プロモデルは 120Hz で、Air が 60Hz になるので、よりですね、画面の切り替わりの多さっていうのが変わってくるんですよね。この値がより多ければ多いほど滑らかに見えるんですよ。なので、ぬるぬるとした画面のね、動きになってくるんですね。正直、肉眼でもこれはね、結構はっきりわかるんですよ。やっぱりね、こっちのね、Air の方が、コマが切れてる感じがするんですよ。こっちの方が、ここのアイコンが全部のね、ところで表示されてるんだけど、こっちはちょっとね、はい。サクサクっとスカスカっとしたね、感じがね、やっぱあるような気がしますね。で、実際にね、ペンシルとか、いろいろとね、スローモーションでも見てみたんですけれども、やっぱ細かく見ると、その違いっていうのは出てくるような気はしております。で、こういう風にスペックとしてちゃんとね、細かく見ると違いは出てくるんだけれども、でも大事なのは、それが実際に感覚として感じるかどうかだと思うんですね。このエアーを使っていて、そこストレスに感じたかって言われたら、マジで一回もないです。ペンシルでね、いろいろと書いていたとしても、ちょっと動作がね、もさいなとか、そういう風にはね、感じることは全くありませんでした。僕自身がそこまでイラストをね、するとか、絵描きをね、メインでやってるとかじゃ全然ないんで、そこのね、プロでは全くないし、全くのど素人なんですけれども、ここに関してはね、何もストレス僕はないけどね。ただ、見比べると違いは感じるし、プロに慣れちゃうと、こっちに戻った時に、すごいね、ちょっとなんかスカスカやなって思うのは確かにあると思う。でも、作業になんか影響が出るとか、60Hz だからなんかこうやりにくいとかっていうのは、僕としては何もね、困らないなっていう感じはしています。はい。で、そしてですね、同じくね、Air と Pro の違いになってくるんですけれども、このね、USB-C ポートが少しね、規格が違うんですよね。プロモデルに関しては、こっちがね、サンダーボルト4に対応しているので、よりね、高速のこうデータ転送がね、できたりするといった形になっています。で、Air は USB-C 3.0 の違いになってくるので、物理的な速さっていうのは結構ね、変わってくるかなっていうふうには思いますね。ただ、意
外だなって思ったのは、このね、モデルって M1 と M2 のモデルなんですけど、書き出しのね、比較をしてみたんですよね。ってなった時に、エアーとプロなんだけど、全然ね、そこまで変わらなかったんですよ。やっぱり M2 になったことによって、GPU がね、こっちの方がちょっといいんですよね。はい。なので、この書き出しの動作感っていうのも、そこまでこのプロモデルと、プロ M1 なんでね、M4 と比べたら全然違うと思うんですけど、エアーの M2 だったら、このね、ちょっと前のプロぐらいをもしかしたら上回るぐらいのね、ぐらいのパフォーマンスが出ていたので、エアーだからといってグラフィックがねすごいあかんとかそういったものはね全然ないんじゃないかなっていうふうに思っています。僕は iPad Air の第4世代グリーンとかがねあった M1 が入っていないねチップの時に DaVinci Resolve とかをね使ってみたことがあったんですけど、めちゃくちゃクラッシュしたんですよ。でそれが今回は今んとこね1回もないので、13インチの Air のモデルだったとしても結構ね性能はね全く問題なく、使用感的にはヘビーな編集とかも全然できちゃうんじゃないかなっていう風に僕はね今のところ感じております。多分ねだから Apple シリコンが入ってるか入ってないかでパフォーマンスっていうのはかなりね変わってくるんですけど、こっちのね Air に関しては M2 が入っちゃってるので、正直全然ねほとんどの方が全然パフォーマンス出えへんなって思うことはねそんなにねないんじゃないかなっていう風に感じております。それではここからはですね iPad だからこそできること、 Mac だったらできないことっていうところについて皆さんにねご紹介していきたいなという風に思います。僕はねこのね M2 Max の MacBook Pro っていうものをね使っておりまして、これがね本当にもう僕の全てをね支えてくれているね PC になるんですけれども、 Mac と比べて iPad しかねできないことも普通にねめっちゃ気づけたんですよ。これ iPad の良さだなっていうのを気づくことができたので、iPad をね買いたいんだけど Mac の方がいいんじゃねって思ってる方も多いと思うんですね。でそういった方に iPad でしかできないことを知っておくって結構重要だと思うので、それをね伝えていきたいなというふうに思います。まず一つ目がですね、タッチ操作ができるっていうところですね。めちゃめちゃ当たり前のこと言ってるんですけど、これはねでもめちゃくちゃ大事なんですね。この MacBook と iPad っていうのは OS が違うんですよ。ソフトウェアがね違ってくるんですね。もしかしたらね難しく感じるかもしれないんですけど、 iPhone と iPad と Mac っていうのは全部ね OS が違うんですよ。iPhone は iOS、 iPad は iPadOS、 Mac は MacOS っていうものが入っていますと。で最近の Apple はね Vision Pro っていうねハードウェアをね、開発をして発売が開始されましたね。日本はまたなんですけど、でこの Vision Pro には VisionOS っていうのが入っていたりするんですよ。でこれは何を言ってるのかっていうと、 iPhone、iPad、Mac っていうのはそれぞれ筐体、要はハードウェアっていうのが違うじゃないですか。全然違う3つじゃないですか。で同じように中身も全然違ってくるんですね。ベースとなるシステムっていうのが全く違うものが搭載されているので、本当にねできることっていうのが変わってくるんですよ。どっちがいいとかじゃなくて全く別物になるんですね。でこの iPadOS っていうのはこのねタッチで操作ができるっていう、ここがね最もこうよりね強みだというところですよね。であとはペンシルをね使って、編集であったりとかこう絵描きっていうのができるようになってくると。なので直接画面に対して何かを書き込んでいくことができるっていうのはこのね iPad でしかできない、強みになってくると、そういったところになってくるんですね。でこのタッチ操作ができるっていうのは何もこうタッチをするっていうだけじゃなくて、こうズームインズームアウトとか、なんかこの拡大をさせたりとか、この画面自体を回転させたりとか、なんかそういったようなことができるっていうのもすごくね魅力なところだと思うんですね。動画編集とか画像とかデザインを知るときに何かしらのねこう挿入をしたときにそれを拡大させたり角度を変えたりとか配置させたりとか、そういったものが自分の手と連動してそれをねさせることができるっていうのが唯一のこのね強みなんじゃないかなっていうふうに思っています。もちろんね iOS もねタッチなのでこれはできるんですけれども、ちっちゃな画面でやるっていうよりもこっちでできるっていうのがねこっちの強みだし、ペンシルを使うっていうのはねこの iPad しかできないっていうところになってきますよね。でそしてですね Mac ではできないこととしてはこのねキーボードと分離させるっていうことですね。基本的にね iPad ってこういう風にキーボードと一体化させて、これねマジックキーボードというものになるんですけど、こういったもので使ったりすることができるんですが、必要な時はこれだけをね取り外してこのディスプレイをタブレットとして扱うことができると、そこがね強みになってくるなというふうにまずは思いますね。でこれがねやっぱり Mac だったら一体化されているので、これらをですね別々にねするっていうことはできないですし、基本的にディスプレイが立った状態のものになるんですよ。でも iPad っていうのはこの平置きができるので、授業でねこういうふうにノートを取ったりとか、ここにデスクに置いた上でみんなでねこの画面を一つ見るとか、そういったこともできますよね。あとはこういうふうに俯瞰のね撮影とかも iPad だったらこのね画面を皆さんに共有しやすかったりとか、そういったね、学校のね授業とか講義とかそういう時にも使いやすくなってくるなっていうふうに思いますね。であとはね
コンテンツ消費っていうのを快適にするなら絶対 iPad の方がいいと思うんですよ。例えばソファーとか、ベッドとか、よりね、リラックスした環境で何か映画を見たい、YouTube を見たいってなった時に、やっぱこういう風にね、見ることができますよね。これがね、やっぱり iPad の強みなわけですよ。この Mac であれば、このキーボードごとね、持たないといけないし、もうこのね、折りたたみ型になってるので、やっぱりね、コンテンツ消費、デスクだったら全然いいんですけど、デスクじゃない環境だったらやっぱそこはね、しんどいなっていうふうに思いますね。だって PC をさ、寝転びながらさ、見てる人なんてやっぱおらんわけやん。でも iPad ってもういつでもどこでもね、サクッと見ることができるっていうところの、コンテンツ消費っていうのがね、すごくね、いいなというふうに僕は思いますね。で、そして iPad に関しては、SIM をね、搭載することができるんですね。Wi-Fi モデルかセルラーモデルかっていうのがあって、このセルラーモデルを選べば、SIM をね、使って運用ができるわけですね。このね、iPhone とかも SIM カードを入れますよね。そのように独立したね、通信を行うことができるわけですよ。なので、Wi-Fi がなくても eSIM をね、使っておけば、外でね、これを持ち歩いて Wi-Fi がなくても扱うことができるといったところになるので、これがね、Mac ではできないんですね。ここはね、iPad の強みになっています。ただ、新型の iPad に関しては、これがね、もう eSIM しかね、できないんですけど、eSIM で全然いいと思うんですけど、そういったね、ところも iPad ならではの強みかなっていうふうには思います。で、そしてですね、iPad ならではの強みはスキャンですね。書類のスキャンもこっちの方がやっぱいいんですよ。てか、こっちしかできないんですけど、このね、iPad のカメラを使って、このね、書類をスキャンしてあげることによって、それをね、データ化させることができるんですよね。そこから自由に書き込むこともできるし、それをね、ファイルに保存しておくこともできたりするし、PDF 化させたりすることもできたりとか、そこがね、やっぱめちゃめちゃ楽なんですよね。やっぱこの PC っていうのは書類を編集したりとか作成にはいいんですけど、資料そのものをスキャンさせたり、PDF 化させたりっていうのはこの iPad の方が断然やりやすかったりするんですね。で、僕お仕事的にも、なんかね、結構契約書を書いたりとか、契約結んだりとかね、お仕事で結構あったりするんですけれども、そういった時にペンシルを使ってすぐにね、証明できるっていうのも、めちゃめちゃこれ楽なんですよ。これがね、例えば Mac とかであれば、これマウスとかでね、署名とかもほぼ無理なんですよ。めちゃめちゃやりにくいんですよ。なのでそこもね、結構いいので、僕いつもね、資料系をもう絶対こっちでやるんですよね。僕会社をね、経営してるので、その自分のね、会計に関することはもうこっちでね、全部記入していったりとかして、で、それを PDF にして、それをまとめて提出してるとか、あるいはそのメーカーさんとね、お仕事をするときに契約を結ぶときは、ここでね、署名をしてやるとか、そういったね、ことをしたりしていますので、ここのね、ストレス化っていうのは全然違ってくるので、これだけでもね、iPad というのはね、持っておく価値があるなっていうふうに僕は思っております。そしてですね、ちょっとね、めちゃくちゃ限られると思うんですけど、iPad が決済端末になるっていうのも、一つのね、魅力だと思っています。最近ね、iPad をね、決済端末にしてるお店結構増えてませんかね。これはね、結構ちょっと前からあったと思うんですけど、僕もね、よく行くカフェがですね、もうこの iPad にそのね、さらにハードウェアを付け足して、でそれで、僕はクイックペイを使うんで、そのままクイックペイで、つったらもう iPad でね、店員さんが操作して、そこで決済を行うみたいなことができたりするので、そういったね、使い方も一応あるとは思うんですよ。決済端末になると。それが Mac だったらなかなかならないですよね。この本体ごと、この iPad で音楽をね、店内にかけながら、それでもうここで決済もできちゃうみたいな、そういう用途にも iPad ならなるので、お店をされてる方とかね、開業されてる方にはすごくね、いいところなんじゃないかなと僕は思います。あとはですね、無線のモニターになるんですよね。これもね、非常にいいんですけれども、要はですね、これ画面をね、ミラーリングさせることができるので、この iMac で操作している画面をですね、こっちに表示することができるんですよ。こういう風に何かしらのね、映像っていうのを無線でね、飛ばして、それを、じゃあこれちょっとね、俺が操作するから見といてみたいな感じで、渡すこともできたりするわけですよね。僕がね、よく使うものとしては、カメラの、撮影している瞬間をそのままね、飛ばすっていうことをね、よくやったりしています。今もですね、実際にね、別のね、タブレット端末を使って、実際にね、収録を行ってるんですが、このようにですね、はい、このカメラで、撮影しているものを今ね、アプリを介して無線でね、飛ばしているんですよね。はい、こういう風に、こう実際にね、撮影している画面を、データを転送させていくと。そういうこともできるのが、タブレットのね、強みだったりしますね。こんな感じでですね、今実際にね、このカメラで撮ってる映像がこっちに来てるわけですね。なので、こういう風にもう、このね、
実際に撮れてるものを遠隔でね、見ることができるんですよね。で、しかもね、これをね、遠隔でね、レック、要は録画をね、開始させたり停止させたりね、することもできるんですね。なので、すごくね、そういった使い勝手もめちゃめちゃいいかなというふうに思います。で、そしてですね、何よりもね、この Apple Pencil を使ってこういうふうに操作できるっていうのは、iPad の魅力ではあるんですけど、これってね、別に Mac でもね、やろうと思ったらね、同じようなことできるんですね。僕はですね、普段ペンタブっていうものをね、使ってるんですね。これはマウスの操作をこうペンで扱うことができるようなものになってるんですよ。ペンタブレットっていうね、そこのね、専用のところで操作をすれば、そこでね、同じようにペンシルでのね、こう操作ができたりするんですけど、僕はそれを愛用してるんですよね。なので僕は Mac で編集とかいろんな業務をするときに、この iPad はね、もうこれでやってるんですけど、あっちでね、メインの業務をするときはペンタブを使ったりしているので、ここはね、結構、ペンシルの良さって iPad だけじゃないと僕は思います。もちろん画面の中に書き込むっていうのは iPad なんですけれども、ペンタブの中にも画面のね、中に書き込めるものもあったりするし、Apple Pencil は iPad しか使えないんですけれども、このペンシルの良さは Mac でもできるんですよね。なので、サインを書くとかも僕ね、Mac でも全然やってるので、だからそこはね、結構、ペンシルだけをね、使いたいという方は、ペンタブっていう選択肢もありだと思うんですよね。ノートとかを取るっていうのはね、完全 iPad しかね、ほぼほぼできないと思っていいと思うんですけど、例えば、僕はペンシルのね、音響を切るときは、動画の編集の時にマスクっていうものを切ったりするんですよ。その特定の部分だけを色を変更させたり、明るさを調整するっていう時のためにマスクをね切っていってその適用のねさせる部分を抽出させてそれをトラッキングしてエフェクトを加えていくっていうことをねよくやったりするんですけどそれは全然 Mac でもねできることにはなっているのでそこら辺はねちょっと難しいんだけれども一応ね MacBook でもちょっと似たようなことはねできるんだよっていうことをねお伝えしたくてちょっとね最後にご紹介をさせていただきました。はい。というわけでですね、ここまでいかがでしょうか。結構ですね、iPad のね、魅力自体っていうものもね、伝わってきたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ここからは実際に僕がこの iPad Air 13インチを購入して使用してみて感じたことっていうのをね、ここから本当のね、レビューっていうものをね、行っていきたいなというふうに思っております。まずですね、Touch ID っていうのがちょっとね、しんどいかもって思っちゃったんですよね。僕もともとね、プロのね、モデルを使っているので、こっちは Face ID なんですよ。フェイスで開くんですけど、こっちはタッチなんですよね。これはね、ほんま両方良さがあるんですよ。例えば平置きにしてると顔が認識しないので、これで開かないんですけど、こっちだったらさ、こうタッチをすれば開くからこれで開くんですよね。ってなったらタッチの方がいいんだけど、でもカバンから取り出してすぐに使いたいとかなったら、やっぱこっちの方が楽なんですよね。どっちもどっちなんですよね、これは。でも、フェイスっていいなってやっぱね、思う機会が多かったかな。実際にトータル使ってる中で、フェイス ID の方が便利だなっていう風に思う時の方が、7、3ぐらいで感じたので、フェイス ID っていいなって思う。だからやっぱ一番はね、両方つけてほしいよね。そういう風にね、思いました。で、あとはですね、iPad ってキーボードを分離させたりすることができるじゃないですか。なので、熱がこもりにくいんですよね。MacBook って膝の上とかに置いて操作をするとめちゃくちゃ熱くなっちゃうんですよ。僕はね、編集とかもするんですけど、そういった時に、本体がもう本体だけなんですよね。こういう風にマジックキーボードを使ったとしても、このね、本体の熱っていうのは上でとどまるんですよ。こっちまで熱って来ないんですよね。ここ分離されてるから。なので、膝の上で使っていても熱がこもらないっていうのが iPad の良さだなっていう風に思いましたね。で、あとはですね、やっぱ13インチの画面ってめちゃめちゃ便利だなっていう風に思いました。一緒に何か画面を見るときにみんなでね、確認できるっていうのがすごくいいなっていう風に思ったんですよね。ちょっとね、僕が運営してるオンラインコミュニティワンブルームっていうね、カメラとか写真とか映像好きなね、方が集まるコミュニティで、ちょっと最近運動会をしたんですけど、その時にね、これを持っていたんですよね。で、ちょっとね、いろんな競技をしていく中で、採点をしたりとか、タイムを測ったりとか、そういったものをバーって書き起こして、で、誰が1位やとかっていうのをね、この iPad でやったりとか、じゃあ次はこの種目をやりましょうってな時に、これでみんなで確認して、じゃあこういったことをやりましょうみたいな、みんなで一緒にインプットをするっていう端末にすごくいいなっていうふうに思うんですよね。これがやっぱ Mac とか11インチのモデルだとやっぱちょっとちっちゃいので、みんなでね、一斉に大人数で見るっていう時には、やっぱり13インチならではのね、魅力っていうのはすごくね、感じることがあったんじゃないかなというふうに思いますね。で、あとはね、さっきも言っていたカメラのね、モニターとしても活躍できるので、もう本当にプレビューみたいなところでは、このね、13インチっていうのはすごくいいなっていうふうに思うし、本当にコンテンツ消費ですよね。映画とか、ドラマとか、そういった YouTube コンテンツとかを見るのにはすごくね、本当に素晴らしくね、いいなというふうに思いました。で、あとはね、さっきも言ってたんですけど、60Hz っていうところは意外とね、ストレスに感じなかったんで、そんなに気にしなくていいんじゃないかなって個人的には思うかな。
で、一方でちょっとね、って感じたのが、そのやっぱ Face ID じゃないっていう、そのタッチっていうところと、いくら13インチとはいえ、Mac よりもちょっとね、画面の圧迫感があるような気がするんですよね。ステージマネージャーを使って、こういろいろとね、ウィンドウを出していったとしても、ちょっとね、表現が難しいんですけれども、やっぱこのドックがあったり、ここにね、これが出てきたりとか、これ隠せるんですけれども、なんかね、ちょっとこう、13インチなんだけど、ちょっとね、圧迫感がね、なぜか感じるんですよね。やっぱステージマネージャーとはいえ、もうちょいね、これ出てきてほしいなっていう感じがあるかな。で、あとはですね、16対9っていう概念が全然ないんですよね。そこがね、ちょっと大きな発見だったんですけど、他でね、使う外部モニターって16対9っていうね、アスペクト比でね、構成されることが多いんですよね。でも iPad ってアスペクト比が全然違うんですよ。3対2とかかな。ちょっと細かくはね、わからないんですけれども、要はこうディスプレイをミラーリングさせたりとかするとき、有線だったり無線とかで、モニターにつなぐときにですね、こうアスペクト比がガッと減っちゃうんですよね。これがね、めちゃくちゃもったいない。例えばね、このダヴィンチリゾルブとかを立ち上げたとしても、このね、ダヴィンチリゾルブがもうこのアスペクト比で作られてるんですよね。なので、ミラーリングしたりとか、そっちでね、ステージマネージャーね、拡張機能を使って、そっちでフルスクリーンでやろうとしても、このアスペクト比分しかね、広がらないんですよね。っていうのが、こうアプリによってもそれが決まっちゃってるのかなと思うんですけど、16対9のね、モニターとかを使って、より拡大させた拡張っていうのがなかなかできなかったんですよね。やり方が間違ってるのかな。なので、さっきもやってたね、この iMac のさ、このディスプレイをミラーリングさせたりするときにも、今ね、この iMac 側が、このiPad のね、ミラーリングの拡張になっちゃってるんですよね。はい。こういう風にね。なので、ここの黒のね、枠ですよね。これがね、もう完全にこの iPad のね、はい、枠の範囲内の中になっているので、っていうのが、ここの連携とかね、挿したりとか、するときに非常にね、それを感じるので、ここがちょっともったいない感じはしましたね。これがね、やっぱり Mac だったらね、本当に柔軟にね、いろんなこうディスプレイサイズにすることもできるし、アプリとか編集ソフトの画面とか、そういったものをもう本当自由自在にね、やっていくことができるんですよね。なので、このステージマネージャーをね、こういう風に拡張していたとしても、なかなかね、この、ディスプレイのこの大きさのね、このアスペクト比とか大きさっていうのは、あんまり融通が効かないっていうことが多いので、こう拡張の柔軟性っていうのはなかなかね、低いかなっていうふうには思いましたね。で、あとはですね、アクセサリーの互換性がマジでね、ちょっと残念でしたね。こっちが Apple Pencil で第2世代なんですけど、これつかないんですよ。この、わかるかな、こうもうね、認識すらしてくれないんですよね。はい。もう落ちるし、みたいな。こっちがね、Apple Pencil Pro になるんですけど、これはね、つきますと。で、逆にね、この13の前のね、モデルは第2世代つくんだけど、プロモデルは、はい、つかないと。これなんなんマジでっていう、このアクセサリーの互換性も結構ひどいですよね。新しく出たマジックキーボードも、プロモデルしか対応しないっていう感じで、めっちゃマジックキーボード良さそうやから、あれを使いたかったんですけど、そこがね、めっちゃ残念ですよね。新型は新型のね、アクセサリーしかね、使えないんですよね。あとはなんといっても高すぎるっていうところですね。っていう感じかな。13ね、やっぱでかいかなと思ってたけど、こっち使ったらね、こっちめちゃくちゃいいってなるもん。やっぱね、11インチをね、こうやってやっぱ見るとね、ちょっとやっぱちっちゃいなって思うんですよね。13来た時はでけえって思ったけど、やっぱね、慣れるもんですわ。ってことでですね、最後にですね、僕が購入したね、アクセサリーをね、ちょっとご紹介して終わろうかなというふうに思います。まずですね、このガラスフィルムはですね、ちょっとね、僕2枚買ったんですけれども、1枚目失敗しちゃってですね、ブルーライトカットのね、ものを購入したら結構ね、なんか、めっちゃ色ちゃうから、ちょっと買い直したんですよ。1枚目はね、2マソのものをね、買ったんですけど、ちょっとなんか変やったんでやめました。で、それをちょっとね、もう剥がして捨てて、グラスプロっていうね、ものかな。概要欄にリンク貼っておくんですけど、このね、ガラスフィルムを使っております。僕はね、ペーパーライトフィルムよりもね、ガラスのものの方が好きなので、ガラスフィルムをね、使っています。こう結構色のね、表現というか再現性はめちゃ良くて気に入っています。ほんでですね、ケースがこれですね、ESRっていうやつかなの iPad ケースのホワイトをね、購入してみました。値段もね、そこまで高くなくて、こんな感じでしまえて、ペンシルをね、こういう風に、はい、閉じることができます。純正のね、キーボードってね、ペンシルがね、剥き出しになってるんですよ。こんな感じになってるので、カバンの中にめっちゃどっか行っちゃうんですよね。これがね、なくなるっていうので、ペンシルもカバーできて、こんな感じで使えるものになっていますね。で、一応ね、これ自体もスタンドになりますので、こういう風にね、立てかけて、こっち側で使うこともできるし、こういう風な使い方もできるという風なものになっています。で、あとですね、僕はね、このね、はい、スタンド、ユーグリーンのね、はい、スタンド、これめちゃくちゃいい。めっちゃしっかりしてるしね。基本作業するときはもうこれを使ってるかな。こういう風に乗せてあげて、ほんで、
こういう風にね、角度の調節とかをして使っております。これめちゃくちゃいいですよ。で、僕はキーボードこれを使っておりまして、これ折りたたみのね、キーボードなんですけれども、こんな感じのものになっていて、もうこれもね、ワンタッチでペアリングをね、するものになっているんですけれども、ここからね、こういう風にね、iPad をね、操作していくという風なものになっております。で、これね、正直ね、折りたたみやからね、すごくいいんだけれども、接続がね、結構切れやすかったりとか、なかなかね、思うようにね、反応してくれない時もたまにあったりはするので、折りたたみでちょっとね、最低限ね、キーボードが欲しいよっていう方にはすごくおすすめかな。で、USB-C でね、充電できるし、電源のオンオフがあったりするので、使い勝手はね、問題はないんだけど、ちょっと打ち心地とかはね、そんなめっちゃいいわけじゃないかな。でもね、トラックパッドがあるっていうのはね、すごくいいなっていうふうに思いますね。僕はね、こうやって作業していますので、こういう風な使い方としてはすごくね、いいんじゃないかなというふうに思っています。で、あとはね、このエレコムの画面クリーナーっていうのがあって、これはね、もう本当にめちゃくちゃね、もう絶対全員買った方がいいと思うんですけど、これめっちゃ指紋ついてますよね。この指紋をですね、本当に秒でめちゃめちゃね、綺麗に、することができるクリーナーになっております。これはね、もうみんな1個ね、持っておいたらすごくね、簡単に綺麗になりますので、これもね、一つおすすめかなと思います。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ですね、この iPad Air 13インチをね、たくさん使用してみて、僕なりの使い方であったりとか、Mac ともどういう風に違うのかとか、11インチと比べてみてどのように違うのかっていうのをね、ご紹介をさせていただきました。いや、13インチっていうね、選択肢、いや、めちゃくちゃいいなって正直思いましたね。正直ね、そんなストレスになるような、大きさじゃないと思います。むしろね、こうデザインもすごく良くて、今回僕ブルー買ってみますけど、めちゃくちゃ可愛いですよね。で、このね、カラーバリエーションがね、選べるっていうのはね、このエアしかないので、本当にね、この壁紙もね、今回めっちゃ可愛いですし、すごくね、おすすめのものになっていますね。で、僕がね、購入した容量は 128GB の一番安いモデルなんで、そんな高くなくて、128,800円と、高いんやけれども、11インチモデルやったら 98,800円やし、今回からね、128GB モデルが選べるようになりましたので、今までエアーは64か256しかなかった、128っていうのがなかったんですよ。すごいいやらしいやつやったんですけど、今回から128がね、選べるようになったので、もしね、動画とかね、ファイルとかたくさんいじるなら、こういう風にね、接続をして、ここに溜め込んでいくっていうのもね、全然やり方としてはあるので、ぶっちゃけね、この本体はね、128でもう正直全然十分なんじゃないかなと僕は思っております。アプリをね、入れすぎるとね、しんどくはなると思うけどね。そういう感じでね、価格と使い勝手とサイズと色という風にね、皆さんもね、購入を迷っているものがありましたら、ぜひね、この動画をね、参考にしていただければすごくね、嬉しいなという風に思っております。っていう感じでですね、ちょっとね、今回は初めてね、このチャンネルで iPad についてね、取り上げてみたんですけれども、いかがだったでしょうか。次の動画か、ちょっと先になるかもしれないんですけれども、僕なりの iPad の使いこなし術っていうのをね、ちょっとまとめた動画っていうのもね、たくさん撮ってみようと思っていますので、どういう風なことをやってるのかっていうね、ちゃんとね、動画にしたいと思っていますので、ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンをね、していただければすごく嬉しいなという風に思っております。概要欄にね、僕が購入したモデルと、今回購入したアクセサリー、ガラスフィルムとかケースとかそういったものもね、リンク貼っておきますので、もしね、興味ある方はそちらもチェックしてもらえたらと思います。というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。